1ヶ月の総費用を発表いたします。2人でした。今私たちはイタリアに来ております。今回はポルトで1ヶ月間生活してかかった生活費と、あとは実際に住んでみて感じたメリットデメリットなどをお話しします。はい、ポルト生活で分かったことをギュッと詰め込みましたので、今後ヨーロッパで暮らしながら旅したい方や海外移住を考えている方の参考になれば嬉しいです。では早速1ヶ月の総費用を発表いたします。2人で38万4402円でした。ポルトでの1ヶ月間の予算が40万円だったから、予算内では収まっています。はい、次にカテゴリーごとの金額を見ていきたいと思います。まずは宿泊費ですが、こちらが27万1577円でした。滞在エリアが、ポルトの比較的中心地で、どこへ行くにもアクセスが便利な場所だったよね。それからここには週1回の部屋の清掃料金も含まれています。ちょっとしたトラブルもありましたが、全般的に満足できるお宿でした。宿の様子は以前の動画でチェックしてみてください。あと食費は8万8353円でした。そのうち外食費は5万4599円でした。基本自炊なんですが、外食の回数が多い要因としては、エグタルトのテイクアウトやカフェの利用を含めてるからです。せっかくさポルトガルにいるから、エッグタルトの食べ比べもしてみたかったし、結構な頻度でエッグタルト屋さんであったりカフェを回ったりしてたね。そうだね。この後私たちが選ぶエッグタルトランキングやおすすめのレストランを紹介しますので、そちらもぜひチェックしてみてください。次に交通費は9675円でした。でこれはほとんどが日帰り旅行で使った分になります。普段の生活はほぼ徒歩圏内で十分収まってたよね。確かにポルトはコンパクトな街だから、もうメトロとかバスとか利用することなく全部歩いて行けたね。そうだね。そして観光費は6330円です。ポルト大聖堂の入場料や、ファドというポルトガルの伝統的な音楽鑑賞に使った費用です。その他の日用品を含めた雑費が8507円でした。で宿にさトイレットペーパーがなかったので、その購入代と、あとは街中で、安い洋服を見つけてしまったので、世界一周始まったばっかなんですけれども、その洋服代になります。はい、買っちゃいましたね。安かったから。ポルトでは1ヶ月2人で30万円くらいあれば生活できるのかなといった印象です。生活費の 71% が家賃だったことを考えれば、私たちのように住む家にこだわらなければ大きく生活費は抑えられると思います。最近物価高の影響でどんどん家賃が上がってきていることを感じたので、ポルトに長期で滞在予定される方は早めに宿を確保することをお勧めします。アジンはさ、このポルト生活で一番良かったことは何だった？一つだけ選ぶのはちょっと難しいんだけど、人々が優しくて治安も良くて、安心して暮らせたことかな。自分もほぼ同意見だけど、他にもいろいろあるからさ、カテゴリーごとに分けて紹介していこうか。まずは物価だけど、ヨーロッパの他の国とかさ、日本と比較しても、割と安い方だったと思うかな。カフェとかもコーヒーとかだったらだいたい3ユーロ以下とかだったから、よくカフェに行って作業してたよね。そうそう、よかった。ただレストランはやっぱポルトが観光地っていうこともあって、お店によって金額に結構差があったりしたよね。そうだけど自炊をすれば、ある程度節約もできたよね。そうだな。米はだいたい1キロで1ユーロぐらいで買えたし、確か人参だったりじゃがいもはすごい安くて、1個で日本円で30円40円ぐらいで買えたね。確かにそうだ。卵については
12個入りで3ユーロ、日本円で500-600円ぐらいなんだけど、高めこれはちょっと、だと感じたんだけど、イタリアに比べるとちょっとだけ安い方だったね。そうだね。あとは野菜やさ、果物がバラ売りだったから、その必要な分だけこまめに買うこともできたよね。それは便利だったね。それ便利だった。それにイワシやツナの缶詰もすごい安くて、そうだったな。確か1ユーロぐらいで買えたよね。そう、料理に手抜きしたい時にめちゃくちゃ助かりました。イタリアではさ、缶詰も3ユーロ以上結構してるものが多かったからさ、種類もあんまなくて、やっぱポルトは結構良かったのかな。良かったよね。あとお金関係でさ、便利だったのがやっぱキャッシュレスが結構浸透してたよね、ポルトの街は。自分たちの感覚だと、9割以上のお店ではカードが使えたから、わざわざね現金を両替していくようなことも必要なかったね。現金を使ったのはそのカード決済機械が壊れたり時とか、露店で何か買う時ぐらいだったよね。いつもはさ、海外の現地の空港に着いたら、いくらぐらい了解しようかとか、キャッシングでもいくら引き落とそうかって悩むんだけど、ポルトはねキャッシュレスが一般的だったから、安心してね過ごせたね。そうよかったと思う。治安についてはさ、マジンがさっき言ったように、本当に安心して暮らせた感じがするね。全くスリがないとは言えないんだけど、心配性の私でも携帯のストラップなくても全然ありかなっていう思われる街だった。そうだな。街中でもその携帯をその後ろポケットに入れて普通に歩く人もいたし、日本みたいに安心して暮らせたかなと思う。レストランとかでもさ、普通に椅子にカバンを置いたままさ席を離れてる人もいたし、机の上にさ、携帯を置きっぱなしにしてる人も普通にいたよね。確かにそうだったよね。レストランもさ、夜の9時、10時ぐらいでもすごい賑わってて、夜歩いても全然怖くなかったよね。そうだね。ポルトガルは日が長いからさ、8時9時ぐらいになってようやくレストランでご飯食べに来る人で賑わうって感じで、ちょっと時間がずれた感じがあったよね。逆にその時間がピークだよね。そうだから逆に6時7時とかにご飯食べに行けばレストラン空いてることが多くて、我々には助かったよね。確かによかったね。ポルトは食事については大満足だよね。そうだね。めっちゃ美味しかったな。特にやっぱ海鮮系の料理、ポルトガルって言えばやっぱ干しダラのバカリャウっていう料理が美味しかったり、あとタコの料理とかも好きだったな、個人的には。美味しかったよね。美味しかった。あとポルトで言えばさ、B 級グルメ的なものとしてフランセジーニャっていうすごい男飯みたいながっつり飯があったけど、あれも美味しかったね、自分的には。ドーンってきたよね。そう、ドーンとカロリーの爆弾みたいなやつ。あとベーカリーも安くてよかったよね。一番良かったのはカステラ。ここではパンデロっていうんだっけ。それがすごい美味しくて、カステラの本場の味が食べれて本当に良かった。日本のカステラは、そのジャリメザラメみたいな、ザラメジャリジャリ感があって、それもまた美味しいんだけど、ポルトガルのカステラはもっと卵味が濃くて、あとスポンジケーキのような味ですごい美味しかった。また後ほど美味しいお店も紹介しますね。あとはさ、お店の入り口のところらへんにさ、トリップアドバイザーとか、あとはなんかのコンテスト、で受賞したようなシールが貼られてるから、もしどこに行けばいいかさ、レストラン迷った時は、そのシールとかをね目印にするといいかもしれないね。確かにそういう目印があると安心できるよね。洋介はポルトの環境面で何が良かった？自分たちがさ、寒気の時期に来たのもあると思うけど、ポルトで生活した1ヶ月間で雨が降ったのって本当 1,2 回あったかないかぐらいだったよね。日本のような湿気がなくて、ベタベタしなくてさ、本当カラッとした天気でめちゃめちゃ過ごしやすかったね。確かに、肌がサラサラでよかったよね。快適だったあれは。ただ乾燥しやすいからあるね、ボディクリームは必要かもしれないね。環境面ではさ、マジで他になんかある？私はやっぱりポルトガル人の人との接し方が好きだったかな。みんな優しくて、困ったら助けてくれようとしてますし、
あと観光地価格って言ってぼったくろうとしないし、よかった。確かにそういうのは全くなかったね。とさ、私がこの前スーパーで人参買おうとしてどれがいいのか分からなくてこうやって見てた時に、おばさんがこう近寄ってくるから私邪魔かなと思って避けたら、そうじゃなくて人参はこういうのがいいんだよっていうふうにこう見せてくれたよね。こういうの買ってねみたいな感じで、そういう優しさがあって地元の温かみを感じるエピソードもあったよね。お店のスタッフの方とか、スーパーのレジの方もさ、帰り際とかにさ自然と笑顔で挨拶してくれるっていうのも温かみがある感じで素敵だったね。素敵だった。ポルトガル人って日本人との相性もいいかもしれないね。日本人のようにさ、一見シャイのように見えて、中はすごい温かいって感じがしたね。そうそうそう。あとさ、街中を歩いててもさ、綺麗だったよね。ゴミがあんまない感じで。ほんとゴミ落ちてなかったよね。この前、ヨーロッパでいうとローマに行った時はさ、路地裏とか、駅の周辺は結構ゴミが散らかってた感じだったから、ポルトはゴミがなくて綺麗だなって思ったね。みんな綺麗好きなのかな。綺麗だったね。綺麗だったね。ゴミ箱の周辺も普通汚いじゃん。ああ、そうだね。全然そういうのなくて綺麗だった。あとポルトガル人ってさ、すごい英語堪能だったよね。そうだね。自分たちが行ったのがリスボンとか、ポルトの観光地だったからかもしれないけれど、普通に英語でコミュニケーションが全然取れたね。ただアゲダっていう小さな小都市に行った時は英語でちょっとうまくコミュニケーションが取れてなかったりする場面もあったよね。そうだね。やっぱり地方に行くときは、ポルトガル語が必要になってくるかもしれないね。だけどリスボンやポルトのような大都市では英語で全然通じるから2ヶ月で済む分には全然英語で問題ないかと思うね。交通インフラっていう面で言うと、ポルトはメトロもバスもあるから便利なんだけど、自分たちはほとんど徒歩で移動してたよね。乗る機会あんまりなかったよね。なかったね。遠くても30分以内でだいたい行けちゃうから、バスとかメトロとか利用しなくてもよかったんだけど、ただ坂が多いから歩くのが大変な方はバスも全然ありだよね。確かにそうだね。あとポルトというかポルトガル全体なのかもしれないけど、交通の面でいいなって思ったのは、安く日帰り旅行ができることかなと思ってて、例えばアゲタとかアベイロっていう街に行くのにも片道5ユーロぐらいで、だから1000円もいかないぐらいで普通に行けたりするし、特にフリックスバスっていうのがあって、これだと安い時にはほんと数ユーロで行けるからね、便利だよね。すごい。よかった。一番良かったのはそのアベイロっていう都市で、小さなベネチアみたいな可愛らしい街で、本当おすすめです。ぜひ行ってみてください。数年前はさ、西ヨーロッパの国の中ではポルトガルって最安の国的なことを言われてたけど、今はさ特に家賃がすごい高くなってるイメージで、ヤビーで1年前ぐらいにさ物件を見てた時は15万円ぐらいの予算があれば、ある程度の物件はいくつか見つけられてたんだけど、今見るとさ25万円程度の予算がないと、そこそこの部屋が全然見つけられなくて大変だったね。確かにそうだったね。あとレストランで食事をしても、店によるとは思うんだけど1品あたり20ユーロぐらいするところもあって、イタリアとあんまり変わらないかなっていう印象だった。そうだね。やっぱりポルトガルの物価も年々上がってきてるのかなっていうことを実感したかな。確かに。ポルトガル生活でちょっと寂しいのが日本食、日本製品が簡単に手に入らない点だよね。スーパーではさ、焼きそば的なカップ麺はいくつか見たけど、それ以外は本当に日本食ってあんまり見かけなかった、見かけなかったよね。幸い近くに中華系のスーパーや韓国スーパーがあって、そこで日本食を一部買うことはできたんですけど、日本食メインのスーパーはなかったでした。街歩いてるとさ、ラーメン屋とか、お寿司屋さんは結構あったけど、なんかちょっとやっぱヨーロピアンナイズされた感じで、美味しそうってあんまり思えるようなところじゃなかったから、値段的にも結構高いからさ、あんま行けなかったね。
まあ、美味しかったかもしれないけど、まあね。ちょっと値段が高かったよね。ね。日本食が絶対必要と思う方には、ちょっと寂しいかもしれない街かもしれないですね。耳に困ったのが野菜かな。たまたまかもしれないんだけど、その新鮮な野菜見つけるのはちょっと難しかったよね。そうだね。あと種類もちょっと少なめで、葉物もそこまで種類が多くなかった気がする。あんまなかったね。ナスとかさ、めちゃめちゃ大きくてでっかかったよね。食べてみたんだけどさ、やっぱなんか大味な感じがしていまいちだったかなって思ってて、ただもしかしたらそのもっとローカルな市場とかマーケットに行けば新鮮で美味しい野菜が手に入ったのかもしれないなと思ってるけど、フルーツも意外とちょっと高め、南国のフルーツみたいに安いっていう感じでは個人的には感じなかった。あとやっぱこれは仕方ないけど、とにかく坂が多いからやっぱ歩いててもすごいアップダウンが激しくて足腰に結構くる感じだったね。確かに足腰が弱いと出かけたりするとちょっと億劫になるかもしれないよね。なかなか躊躇しちゃうね。それからこれはポルトの中心地だけの話かもしれないけど、結構道幅が狭くて、あとすごい入り組んでる感じで、車の渋滞が結構多い感じがしたね。車とかバスに乗らなければ多分問題ないと思うけど、やっぱ朝や夕方の通勤時間帯っていうのは結構混んでる感じだったね。ポルト生活のメリットデメリットは以下の通りです。実際ポルトに住んでみて分かったお役立ち情報をご紹介いたします。まずポルトガルといえばエッグタルトですね。いろんなお店で食べ比べをしてきたので、そのランキングを発表いたします。第5位、ナタ・リスボア。ポルトガル全土に展開するエッグタルト専門店ナタ・リスボア。カフェのような雰囲気の中で本場の味が楽しめます。中のカスタードはとろっと濃厚でとっても甘め。パイ生地はオイリでずっしりとした食べ応え。小腹が空いた時食べたらちょうど良さそうです。第4位、マンテーガリア。リスボンやポルトで人気のエッグタルト専門店マンテーガリア。一口食べた瞬間、これは甘いと感じるほど今回食べた中で一番甘かったです。プルプルのカスタードと香ばしいパイ生地が絶妙。甘党にはたまらない味わいで、シナモンをかければさらに絶品でした。第3位、ナタスイートナタ。ポルトを中心に展開するエッグタルト専門店ナタスイートナタ。ミントブルーの看板が目を引く可愛らしい外観が特徴です。カスタードは甘さ控えめで、パイ生地は薄くてサクサク。脂っこさがなく軽やかな食感でとても好みの味でした。第2位、ファブリカダナタ。リスボンとポルトに店舗を構えるファブリカダナタ。ガラス越しに焼き上がる様子を眺めながら出来たてを味わえるのが魅力です。カスタードはたっぷりで卵の風味がしっかり。パイ生地はサクサクというよりポロポロと崩れるタイプですが、カスタードとのバランスが最高でした。オイリーながら重たさを感じないので、街中で見かけたらぜひ試してほしい一品です。栄えある第1位はカストロ。ちょっとおしゃれな気分でエッグタルトを味わうなら迷わずカストロへ。外観は洗練されたカフェのようですが、中身は本格派のエッグタルト。カスタードは溢れそうなほどトロトロで、ギリギリこぼれない絶妙な仕上がり。ほんのりフルーティーな風味が広がります。パイ生地は脂っこさがなく崩れにくい繊細な食感。1、2ユーロ程度でコーヒーや紅茶と一緒に高級感ある味わいを楽しめます。ポルトに来たなら絶対立ち寄ってほしいお店です。ポルトは個性的でおしゃれなカフェがたくさんありますが、その中でもカフェでブランチをするならここも絶対チェックしてみてくださいね。ワッフル好きなら絶対外せないのがプロレスタカフェ by ハングリーバイカー。お腹も心も満たされるボリュームたっぷりのワッフルが楽しめます。私たちはブラッタチーズがドンと豪華に乗ったワッフルを注文しました。これが大正解。ブランチセットもおすすめで、サーモン、アボカド、ジャガイモ、卵などが彩りよく盛られたプレートにヨーグルトとドリンクまでついてとってもお得です。
森のようなぬくもりのある空間で満足感たっぷりのブランチをぜひ味わってみてください。そして個人的に最も好きなカフェ、トナミラ。ここはとにかく食べ物が美味しいです。トリップアドバイザーで2023年24年連続でアワードに選ばれたカフェで、ブランチメニューを選ぶとクロワッサンやヨーグルト、フレッシュジュース、さらに飲み放題のコーヒーまでたっぷり楽しめます。このチーズ入りでぺちゃんこに焼かれたクロワッサンは本当に美味しかったな。あとトマトとモッツァレラのトーストも絶品でした。オーナーも温かく迎えてくれて、雰囲気もいいカフェですので、ぜひここでゆったりとブランチタイムを過ごしてみてください。これは絶対食べてほしいポルトガルグルメと長期滞在者向けのお財布に優しくて大満足なお店をご紹介します。昔ながらの地元レストランオーブラーコ、リーズナブルに美味しいポルトガル料理が味わえる人気店で、オープン前から行列ができます。看板メニューはイワシの揚げ物と豆入りライス。イワシって揚げるとこんなに香ばしくて美味しいんだと感動の連続で、ビールをあまり飲まない私たちですら思わずビールが欲しくなったほど。店内はみんな食べることに夢中になって自然と静かになるほどの美味しさ。他にも干しダラなど地元ならではのお魚料理も楽しめます。ぜひ一度味わってほしいおすすめのお店です。ボリャン市場の目の前に位置する老舗パティスリーコンフェイタリア・ド・ボリャン。1896年の創業以来、地元の人々に愛され続けています。店内には焼きたてのパンやペストリーがずらりと並び、甘い香りが漂います。私たちがいただいたのはカステラのルーツとなったパンデロ。濃厚な卵の風味がしっかりと感じられ、本場ならではの深い味わいでした。そしてもう一つ、ふわっと膨らんだ揚げパンにカスタードクリームをたっぷり挟んだボラーデ・ベルリン、ドナストクリームの黄金コンビで間違いなく絶品です。歴史ある空間でポルトガルならではのベーカリーとスイーツをぜひ味わってみてくださいね。そろそろお寿司が食べたいなと思っていた時に出会った救世主的なお店、オリエンタル寿司アジア。ポルトの賑やかなショッピングセンタービアカタリナの5階にあり、なんと 9.9 ユーロでお寿司が選び放題です。海外のお寿司ってどうせそこそこの味で日本人の口には合わないんだろうなと思っていましたが、ここは違いました。さすが海鮮が美味しいポルトガル。日本の回転寿司レベルのクオリティで、好きなお寿司をブッフェスタイルで好きなだけ選べます。麺類や揚げ物もありました。欲張らずお寿司や刺身をメインにすればよかったと少し後悔しました。11時オープンなのでブランチ感覚で早めに行けば、まだ手のつけられていないより新鮮なお寿司をたっぷり楽しめます。食後にはエスプレッソもついて大満足のお店でした。同じくビアカタリナショッピングセンターの5階にあるピザチェーンピザハット。日本でもありますよね。ですがここではなんとピザとデザートをブッフェ形式で楽しめます。しかも 7.95 ユーロという驚きの価格。ショッピングセンター内の他のレストランだと外のテーブルで軽く食べてもそれ以上の価格。でもここなら快適な空間でピザを思い切り堪能できます。今日はちょっとジャンキに行きたいな、そんな気分の時におすすめのお店です。ポルトで日本食を買いたい時に私たちがよく通っていたのがアジア系のスーパーです。まずご紹介したいのが中国系スーパーのチェン。ここではえのきやオクラ、もやし、豆腐など日本料理に必要な食材が揃っています。他にも日本のカレールーやお醤油、みりん、味噌などの調味料やラーメンやうどんなどの麺類まで品揃えがとっても豊富です。しかもお値段も比較的お手頃なので助かりました。ただカードが使えないので現金を忘れずに持っていてくださいね。ちなみに日本食ではないんですが、韓国のキムチ春巻きがすごく美味しくておすすめです。見かけたらぜひ一度試してみてください。次にご紹介するのは韓国系スーパーの W マート。チェーンほど日本食は多くないですが、日本のカレーのルーやお味噌、インスタント麺などが揃っていて安めです。
どちらも中心部から徒歩圏内でアクセスしやすいので、ポルトでちょっと日本やアジアの味が恋しくなった時はぜひ立ち寄ってみてくださいね。日用品を買いたい時はこちらのお店をチェックしてみてください。まずノーマル、ミントカラーの内装と特徴的なキャラクターが目印のこの店はデンマーク初のヨーロッパ日用品チェーンです。化粧品、雑貨、掃除用品やキッチングッズ、お菓子など日常に必要なものが幅広く揃っています。店内は広くてレイアウトも見やすく、オリアン市場のあるメイン通り沿いにあるのでちょっとした買い出しにぴったりです。そしてもう一つ、スペイン発のディスカウントスーパープリマブリックスもおすすめ。こちらは日用品に加えて食品や生活用品がとにかくお得に買えます。ノーマルよりもスーパー寄りでとにかく安く揃えたいという時にはこちらがぴったりです。ポルトで暮らすように旅をするならどのエリアに滞在するかが大切です。ここでは1ヶ月過ごしてみておすすめのエリアをピックアップしました。まずご紹介するのはカルモ教会やポルト大学の周辺、まさにポルトの観光の中心といえるエリアです。庭園や公園といったチルスポットも多く、おしゃれなカフェやレストランもよりどりみどり、利便性が抜群です。さらにドン・ルイス一世橋やリベイラ、ガイア地区といった代表的な観光スポットへも歩いて10分ほど、観光もカフェ巡りも両方楽しみたいという方に特におすすめのエリアです。次にご紹介するのはイルデフォンソ教会の東側に広がるエリア。今回私たちが1ヶ月暮らしていた場所でもあります。徒歩5分圏内に大きめのスーパーが3つあり、自炊をする人にはとても便利。観光中心地からは徒歩20分程度と少し離れていますが、その分静かで落ち着いた雰囲気があり、夜には地元の人や観光客で賑わう人気レストランやポルトの B 級グルメフランセジーネの名店も並んでいます。観光もいいけれど暮らすように滞在したい方にぴったりのエリアです。ポルトは主要スポットが徒歩圏内にまとまっていて、公園も多く歩くだけで楽しい街です。ここからはおすすめの散策ルートを3つご紹介します。まずはクレリゴス教会やカルモ教会の前を通り西へ向かうルート。ゴールはパラーシオ・デ・クリスタル庭園です。広大な庭園の中には道路川やドン・ルイス一世橋を望む展望エリアが点在。ベンチに腰を掛けゆったりと景色を眺める時間もおすすめです。次は定番ルート、ドン・ルイス一世橋を渡り静かなモーロ庭園やセラド・ピラル修道院前の展望台へ。特に早朝は人が少なく、橋や展望台を独り占めできます。そこから眺める朝焼けは格別です。最後は穴場のルート、イルデフォンソ教会を横目に国立劇場の前を通りリベイラ地区へと続く階段の手前で左手へ。駐車場の奥へと進むと道路側とドン・ルイス一世橋をまた違った角度から一望できます。人もほとんどいないので静かに散策を楽しめるのが魅力です。私たちも滞在中によく歩いたお気に入りのコースです。ポルトはデジタルノマドに人気の都市でいつもランクインされてて、実際住んでみたら物価、人々の優しさ、景色、気候、もう全てが満足だったよね。そうだね。世界一周にさ、出発してから、これが本当に暮らすように旅する1都市目だったから、これから他の都市と比較しながらさ、実際に住んで感じたメリットとかデメリットを、皆さんにシェアしていきたいなと思っています。世界一周の最後にどの都市が一番良かったのかも、そうだね、まとめてみたいなと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。またね。またね。面白い種類のパスタがいっぱいあるでしょ。ね、見たことないな。すごいね、色が。